お久しぶりです。大変長らくお待たせしてしまいました。早速、城下町編始めていきましょう。1ヶ月以上前になってしまいましたね。前回建てた武家屋敷からまっすぐ道に沿って北に向かったところ、今回は松本城さんの丸北西部を建築していきます。とはいえ、うっそうとした森がせり出しているので、まずは全体的に北側へ押し込んでしまいましょう。森が形はそのままに北側に移りました。合わせて水路も北側、西側の馬出しからそれぞれ伸ばしてつなげています。土地が確保できたので基礎を作っていきましょう。まずはいつも通り柱を立てる位置にシーランタンを置きつつ、安山岩で基礎を作っていきます。この場所は地図で見ると城郭の外へつながる道を木戸で塞いでいるのがわかります。城外へ抜ける通り道なのに屋敷があったようですね。基礎ができたので建物を建てていきましょう。ダークウォークを使って建物の骨組みから作っていきます。城内の道沿いのここの場所には長屋門を作ります。というわけで、城郭から外へと続く道は長屋門で仕切ります。道の行き来を監視する番所の代わりに屋敷があったこの場所には小規模な代官所のようなものを作りたいと思います。壁を作っていきましょう。下2枚をダークオークの木材、上3枚にクォーツを使って壁を作ります。代官所の中には街道の監視をしていたものもありました。江戸時代に建てられた小さめな代官所を参考にして作っていきます。そんな代官所の間取りはこちらです。牢屋や倉庫、見張りをする役人の部屋がある長屋門を作っていきます。建屋ができてきたので天井を張っていきましょう。頭皮のハーフブロックと階段で天井を作ります。長屋門は一旦ここまでとして蔵を作っていきます。長屋門の屋根は蔵との複合屋根なので蔵を先に作ってしまいましょう。外壁から作っていきます。蔵の外壁は1段目をダークオーク、2段目から上はクォーツで作ります。内壁を作っていきましょう。柱を立てながらクォーツで内壁を作ります。梁を入れながら天井を作っていきます。天井は頭皮の階段で作っていきましょう。たるきを作ります。中央にハーフブロックを置いてたるきを作っていきましょう。隙間が空いてしまうのでハーフブロックで埋めながら作っていきます。蔵の屋根は石瓦ですね。石レンガで作っていきます。傾斜はハーフブロックの高さで作っていきたいと思います。
蔵ができたので、長屋門も完成していきましょう。入り口部分が2マスなので、向き合うようにたるきを作ります。屋根の高さは1枚分の差をつけます。この位置にたるきを置きましょう。反対側からも向き合うようにたるきを置いていきます。屋根を作っていきましょう。瓦屋根なので石レンガで入りもや屋根を作っていきます。長屋門の中にある蔵は板を敷いてその上にチェストを並べておきます。牢がある区画の壁は板張りにしておきましょう。せんべい布団を敷いて床も板張りにします。牢の扉に近い形のドアはアカシアなので、少し色が明るいですが、アカシアのドアと柵で牢を仕切ります。お役人様が詰めていた詰め所も板張りで作っておきます。奥の座敷は板の上にカーペットを敷いて畳風にしておきたいと思います。長屋門と蔵が完成しました。長屋門の入り口を入った正面に板書のようなものを作っていきます。よいしょ。早速骨組みから作っていきましょう。今まで作ってきた板書をベースに作ります。何度か板書は作ってきているので、細かい作り方はぜひ別の動画をご参照ください。壁を作っていきます。ところどころ通気口部分を開けながらクォーツを置いていきます。本来大観所にはおしらすとかもあるのですが、場所がそこまで広くないので大きめの板書を作っていきたいと思います。建築に支障が出そうなので床を作ります。玄関には板の間に上がるための靴脱ぎ石を置いておきましょう。座敷部分の畳は段差がつかないように羊毛のフルブロックで作っていきます。天井を作っていきましょう。梁や桁に合わせて格子天井を作っていきます。天井ができましたね。お気づきになったかと思いますが、ここだけ基礎が飛び出ています。屋根が母屋よりも低い接賃を先に作っていきます。接賃も過去の動画で何度も作ってきているので、
サクッと立ててしまいましょう。接近ができましたね。屋根を作っていきましょう。たるきの中心はここにします。たるきを作っていきます。たるきができたら石レンガですね。瓦屋根を作っていきます。この建物も入りもや屋根を作ります。装飾していきましょう。入り口部分は板戸にします。板に向けて開くようにドアは設置します。座敷への入り口には障子を置いていきます。ここは引き地ガイドになるように扉を置いていきたいと思います。建物を塀で囲っていきます。板塀ですね。板塀を作っていきます。裏口にも板戸を作っておきましょう。建物が塀で囲まれましたね。木戸を作っていきましょう。地面の張り替えからですね。柱を立てて木戸を作っていきます。2マス幅の木戸ですね。間には柵を置いておきましょう。立派な大観所ができましたね。城内への通り抜けを監視する大観所ができました。というわけで、ここで働く大観の屋敷も合わせて作っていきましょう。大観所の北側、ここにお屋敷を作ります。早速土台から作っていきましょう。ダークオークの原木を使って土台を作ります。今回参考にする大観屋敷は世田谷大観屋敷との指定有形文化財として今も建物が残っています。土台の柱と柱の間はクォーツで埋めていきましょう。頭皮のブロックを使って床を作っていきましょう。畳の部屋もひとまず頭皮の板を張っておきたいと思います。ここ一度落ちると登るの大変なんでね、まずは床を完成させてしまいましょう。床ができましたね。骨組みを作っていきましょう。高さ2マス開けて梁を通しながら骨組みを作っていきます。天井を作っていきましょう。格子天井を作ります。隙間にクォーツを入れながら梁を作っていきましょう。北側の居間の天井は格子天井ではなく竿縁天井にします。屋根とぶつかりそうなんですよね。なので細い横木で天井を支える竿縁天井を作っていきます。天井ができました。
壁を作っていきましょう。壁と合わせて襖や障子も置いていきたいと思います。障子や襖は引き違い戸になるように向きを合わせて置いていきます。壁ができました。屋根を作る前に接賃を作ります。接賃ができましたね。屋根を作っていきましょう。たるきはダークオークのハーフブロックを使って作っていきます。屋根を作っていきましょう。たるきの上に階段ブロックを置いていきます。緩やかな傾斜の屋根を作ります。階段ブロックの手前にハーフブロックを置いて屋根を作っていきたいと思います。東西側の屋根は少し傾斜をきつくします。ハーフブロックの高さで傾斜をつけていきます。今回の屋根は南北と東西で傾斜が違う屋根を作っていきたいと思います。内装を整えていきましょう。座敷の部屋はウールに張り替えていきます。今回作る座敷の部屋はすべて段差のない畳部屋にしたいと思います。屋敷ができましたね。周りを塀で囲っていきましょう。板塀を作っていきます。ダークオークとクォーツの塀ですね。庭も整えていきましょう。井戸を作っていきます。小さめの 3×3 の井戸を作ります。というわけでパート14大観場を作るいかがだったでしょうか。久々の建築、久々の投稿ということで拙い部分が多々あったかと思いますが、楽しんでいただけたでしょうか。今回大観場を作ることになるきっかけとなったここの通り道ですが、幕末の地図からは消えてしまいます。時代が進むにつれて土地不足を解消するために道を潰して武家屋敷が建てられたようですね。代官というと天下の総代官と呼ばれた大久保長安がいます。これまた松本城を築城した石川家と深い関わりがあるのですが、それはまた別の機会にお話ししましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。